今回は消しゴムフィギュア塗装です。題材は金消しです。タッグチームの2体を水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗りしていきます。2000万パワーズです。今回は第2回モンゴルマン分の色分けペイントです。要するにバンダイ製のデカ消しなんですが、商品としては闘魂改造キットというパッケージ商品でした。ザ・ダメージのパート2がバッファローマンとモンゴルマン、当時物の接着剤やシールもついた金消し改造キットでした。今回ペイントするモンゴルマンです。バンダイ製のデカ消しはグレートマッスル未満、丸腰製デカ消し以上というサイズ感です。背中にバンダイの刻印があるのが見分けのポイントです。フロントビューからリアビューがこちら。ここから塗装前下処理です。消しゴムフィギュアの塗装前下準備は、煮沸して熱を加え、表面のホコリや油分を落とし、素体を自立できるように成形します。ベンジンに漬け込んで可塑剤、つまり塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しスプレーを塗布して、下地としてマットな塗膜を作っておきます。色分け工程をダイジェストで見ていきます。まずは下地塗装です。モデルカラーのホワイトグレーです。バンダイ製のデカ消しはペールオレンジの消しゴムフィギュアです。ここはしっかり塗りました。ホワイトグレーは真っ白よりも少しグレーがかった落ち着いた明るいグレー系の色です。真っ白より隠蔽感が落ち着いています。白ほど明るすぎないので下地色として使いやすい。白、ライトグレー系のパーツの塗装に向いています。ブラックやダークグレーよりも柔らかい印象に仕上がります。ボディのカラーはモデルカラーのベーシックスキントーンです。標準的で明るめの肌色として使いやすいフレッシュカラーです。バッファローマンに使用したフラットフレッシュよりも明るく赤みが強すぎないため、モンゴルマンの肌のベースカラーとして使用しました。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利。このモンゴルマンは初代アニメカラーでペイントしていきます。モンゴルマンは正体はラーメンマンです。超人オリンピックザ・ビッグファイトでウォーズマンに敗れたラーメンマンがドクターボンベに黎明木から作ってもらったマスクを装着し戦線に復帰した姿です。バッファローマンの1000万パワー、モンゴルマンの1000万の技、2000万パワーという圧倒的な超人強度を誇るタッグです。ここでメインカラーである赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかで深みのある赤色で、キャラクター模型の赤い装甲や衣装、武器などの塗装に使いやすいカラーです。鮮やかさのある濃い赤色。明るすぎずしっかりと存在感のある赤です。力強いコントラストを作れます。筆塗りで重ねることで発色を調整しやすいカラー。2000万パワーズのアーマー、シューズ、フェイスの模様、連発の結紐に。デカ消し、デカ金消しは主に筋肉マンのキャラクターを立体化した通常の金消しよりも大きなサイズの消しゴムフィギュアを指します。通常の金消しは手のひらよりかなり小さいレギュラーサイズですが、デカ消しはそれより大型でキャラクターの造形やポーズをより大きく楽しめるのが特徴です。1980年代当時、多く流通したのは株式会社丸腰製のものでしたが、今回のようなバンダイ製の少し希少なものも有名どころの超人は一体化されていました。そして黒です。パレホゲームカラーブラックは発色が良く、しっかりとした黒に仕上がるベーシックなブラックカラーです。筆塗りで扱いやすく、フィギュアの衣装や装甲、紙、武器などの黒い部分はもちろん、細かな色分けや墨入れ、影の表現にも使いやすいカラーです。肩アーマーの頭の文字、肩アーマーの縁取り、頭髪に。下半身のスウェットパンツにはモデルカラーのライムグリーンを使いました。今回の色分けでは一番面積が大きかったカラー。黄色みを感じる明るい黄緑系のカラーです。鮮やかなグリーンというよりも、やや落ち着いた黄緑からオリーブ系の色味として使いやすく、フィギュアの衣装や装備品などの色分けに向いています。
次も緑の色違い、ゲームカラーのダークグリーンです。ベースの模様、アーマーのバンドに使いました。濃く深みのある緑色です。明るいグリーンと比べて落ち着いた色味で、フィギュアの衣装や装備品などのベースカラーに使いやすく、深い緑による重厚感のある色分けにも向いています。塗装に要した時間は70分程度でした。目にはゲームカラーのスクイッドピンクを使いました。ややくすみのある落ち着いたピンク系カラーです。鮮やかすぎないので、フィギュアの肌や衣装、赤みを加えた柔らかなピンク表現にも向いています。足元、シューズには下地に使用したモデルカラーのホワイトグレーを上塗りしました。ここで肌カラーのベーシックスキントーンを塗りの甘かったところやはみ出し部分に補色的に使いました。重ね塗りになったので、これでしっかり色が定着しました。さらにスウェットのライムグリーンもここで重ね塗りです。ディティールの書き入れです。マービーフォードローイングの 0.02mm、0.03mm マーカー、超極細ペン、ダークブラウンを使用しました。目元、フェイス、ボディの筋肉のシャドウに使いました。塗料は水性アクリルのパレホをメインに、ウォーハンマーカラーをフォローで使用しました。使用した筆は模型塗装用の面装筆1本です。塗装後はボデーペンクリアー。本来車用のトップコートですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので、薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。初代アニメカラーはアーマーが赤。サイズ感とても大きい出かけしでしたが、なんとかさほどムラなくペイントできました。モンゴルマンの立体フィギュアはレギュラーサイズでも出かけしでもなかなか表現が難しいです。瞳などがしっかり入ると十分に見栄えのするレトロフィギュアです。フロントビューからリアビューです。そして2000万パワーズ揃い踏みでフロントビューからリアビュー。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材は金消し、当時物、バンダイ製出かけし、闘魂改造キットのタイプ2、2000万パワーズからモンゴルマンを水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗り塗装をしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。